皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。はい、お願いします。今年はスポーツ、ビッグスポーツイベント目白押しにはい、もかかわらず、日本のスポーツはどうしても文化としては、うん、定着していないというん、うことを前回いろいろ喋ったわけですけれども、はい、今回はやっぱり小林信也さんをゲストに迎えて、はい、スポーツベッティングのはい、話をしたいと思います。スポーツベッティングの話をするとなると、スポーツの家計ね、うん、要するに、博打をはい、していいのかっていう話になる人が多いんですうん、けれども、今、スポーツベッティングをやっていない国っていうのは少ないんですよね。そっちの方が。それでうん、日本のスポーツベッティングというのは、現実にはトト以外にはないまあ、んですけれども、あの、一応と、ね、はい。でも海外のネット見ると、日本の J リーグには結構なお金が動いてるみたいなんですよね。いや、ほとんどそうですね。そうです。で、そんなお金が、海外に全部流れているぐらいならば、日本でやった方が、日本のビジネス、スポーツを支えるお金になるんじゃないかといううん。ふうに、私なんかも最近は思っているんですけれども、そういう取材を小林信也さんはずっとさせてこられました。今はどのようなお考えでおられますか？玉木さんが今おっしゃったとはい。ね、僕は賭博的なものをスポーツ財源にしなければいけないことがまず文化的じゃないとは思ってるんうん。ですよ。うん、うん、なるほど。本当だったら、だってスポーツが国民にとってものすごい重要なものだったうん、ら、うん、国家予算をもう真っうん、先に投じるぐらいのうん。考えがあったって僕はいいと思うので、なるほどね。うん。まあまあ正直僕は防衛予算のもう何パーセントかをスポーツ予算にもうちょうだいよって言いたいぐらいなんです。あの、今、スポーツ予算って、スポーツ庁の予算っていうのは、大体、360億円から400億円。年間そのぐらいで、トトで入ってるお金が200億円弱ぐらいなんですね。まあ、これと比べるのは、大リーグの、大谷選手の契約金なんかが比較になるくらいのうん。額でしかないというようなところなんですけれども、私自身が、スポーツベッティングという言葉を聞いて、いろいろ調べたところで、これ面白いんですよね、はっきり言うと。スポーツ、例えば野球なんかでも始まって、スマホが発達したおかげで、野球を見ながら、はい、次のイニングはどうなるでしょうか。このバッターは打つでしょうか、打たないでしょうか、みたいなことを、ヒットを打つでしょうか、二塁打打つでしょうか、三塁打打つでしょうか、ホームラン打つでしょうかっていうのをかけると。それも、なんて言いますか、1ドルから5ドルの範囲でかけるっていうようなのが、結構アメリカでは、スピーディーに行われているというようライブベッティなングです。形ではい。すね。そういうことを知ってみると、これは逆にスポーツの見方を面白く盛り上げるためにも、スポーツベッティングが役立っているのではないかと思えるようなことも起こっているなと思ったんですよ。小林さんどうですか、最近のベッティングにいや、ついては。僕はポジティブに言うと、まさにそこがスポーツベッティングの醍醐味だと思うんですよね。ああ、なるほど。はあのい。これネガティブキャンペーンもあってね、ベッテはい。ィングって言うとすぐ八百長だのね、はい。こうだの、そういうことを言う人が多いんだけうん。ど、そのオンラインベッティングって言って、今までの日本の賭けって大体そのレースが始まる前に締め切るんだけれどああ、も、そうですね。はこい。の今世界的に人気を得ているものはオンラうん。インベッティングって言っても試合中もかけることができる。そうですね。はい。はい。そうすると、田口さんおっしゃったように、うん。
ここどうなるかっていううんね。まさに野球なんかだったらもう、俺は野球を知ってるからね、これを試されるわけですよ。そうですね。当たるっていうことは、ほら、やっぱり俺は野球よく知ってるぞってことになるし、ベッティングを通して野球をより深く見る、学ぶ、楽しむっていうことが、例えば今だったら、いや、こここうだよっていくら言っても、いや、たまたま当たったんでしょうとかね。はいはい。なかなか評価をされないわけです。そうですね。勝った負けたでかけたりして、なんか超反博打に違うような、目で見られるところが多いですよね。ただそういった意味では、やっぱり、まあ野球に限らず、スはい。ポーツをより深く、見る、それを共有するっていうことができるし、当然、えー僕らにはそういう新しい仕事も出てくるかもしれないんですけど、要するに、今は、やっぱり、まあ、こいつなんだけど、元有名野球選手、スポーツマンが、解説って出てきて、彼らが言うと説得力があるみたいだけど、僕なんかが見ても、いや、それちょっと違うんじゃないのと、やっぱり有名っていうことで、やっぱりそうなんですねとか言うけど、ベッティングやったら明らかにそれが正しいか的確かどうかってわかるじゃないですか。そうですね。はい。そういう意味でやっぱプロのウォッチャーっていうのかね。そういう文化も育っていくんじゃないかなと思うんですよね。今、プロ野球だけではなく、野球の話が中心になってしまいましたけども、サッカーの、私はイタリアにいた時に、サッカーのワールドカップの決勝のベッティングの仕方を見たことがありまして、紙を。これは見事でしたね。前半45分が15分ごとに刻まれていて、箱があるんですね。後半も15分ごとに刻まれていて、で、延長が前半後半と。それだけの縦の箱があって、横に、要するにその時間帯に点数が何点入るかって。でその横にもう一つ箱があって、その時間帯に、選手交代が何人あるかっていうのを書くんですね。だから一試合でも、それも試合の前でも、今言っていたような試合の途中でも面白いんですけれども、試合の前でも、それを予想するっていうのは、相当サッカーの展開について、いろいろ考えないといけないし、おまけに、それがワールドカップの決勝だということになると、それまで勝ってきたチームの戦い方、その選手の使い方なんかも頭に入れた上で、ここいつ選手交代をするだろうかとか、それで延長になるだろうか。で、最後 PK 戦になるかという箱まであるんですけれども、そうしたら1試合だけでも、なんか何百万通りぐらいの、分の1の、なんて言いますか、寄付金が集まると。サッカーを楽しんでいる人たちが、サッカーを楽しみながらお金を出すことができるという、まあ、トトですね。それがあるっていうのは私は驚いたことはあるんですけど、これなんかは逆にスポーツをこう盛り上げてるなというふうに思ったんですけどね。そうですね。だから、みんな、やっぱりギャンブル性にばっかり頭はい。で、例えば1万円が1億円になるのかとうか、こん。れは危ないとか、なんかそんなことばっかり言ってるそうじゃなくて、それほど多くのお金じゃないんだけど、それをかけることによって自うん。分の、こう、観察っていうか、その予測はい。が正しいかどうかを楽しむことで、うん。よりゲームを楽しめるっていうところですよね。で、それが、スポーツの財源になるっていう、そう考えれば、ものすごくいい、回転になるというふうに思うんですけどね。そうですね。そこのところで私もね、そのトトが、成立する前に、前段階の時に、議員さんの麻生何がしという人に対して、トトというのは、実はそういう賭けの超反博打のようなものではないんですと。いうようなことを説明したんですけどもね、その前にその麻生何がしという人が、これはなかなか当たらない博打なんだなという言い方したんで、これは博打ではありません。サッカー好きな人がお金を出して寄付するようなもんですって言ったら、もう嫌な顔されましてね、もう。
本当、あの方は何を言われると反論すると絶対嫌がられるという感じで、その後、一言も私と口聞いてくれませんでしたけれどもね。でももう、なぜかそういう、なんとか話し合いっていうものがオープンにできないっていうことは、これはどこに原因あるんでしょうかね、小林さん。いや、さっき玉木さん約200億円がね、トトはい。財源だっておっしゃったんですけど、はい。トトの売り上げって今1000億円ぐらいってう言われてん。ね。はい。でもそれがスポーツに還元される割合が20%っうてどういうん。ことですかって話。なんか財務省に入ってるらしいですね、たくさんね。結局、だからまあ運営に必要なお金はともかくとして、はい。天下り団体への流うん。れだとか、うん。国庫に入れるって、その国庫はい。っていうのが、その国庫に入ったものはスポーツに出してくださいよってなっうてないわけですん。よね。だから、その辺のからくり、つまり利う権をどうん。やってそれを分配するかとか、誰がそうん。の利権に預かるかっていうようなことに水面下ですごくその競技といいますか、うん。奪い合いがあって、本筋とは全く外れてるんですよね。なんですね。これ、なんとかこう、表沙汰にすると、ことはできないですかね。こうみんなで喋り合って話し合える。今僕が取材をしていた、はい。ところで言うと、はい。エコスポーツ推進協議会という団体がこれ数年前にできて、はい。これ今は、法人化されてるんですが、はい。誰が中心かっていうと、もともとは、IT 企業ですね。おー。スポーツベッティングが始まったら、いくつもの民間企業がこれをサービスすることになるので、うん。まあ、それがミクシーだったり、サイバーエージェントだったり、はい。まあ、皆さんがよくご存知の IT 企業が、はい。もしできたらやりたいよっていううん。人たちが中心になって、うん。始まったものなんですけど、うん。これが、もう100社以上の、うん。もう誰もが知っている金融、不動産、まあ銀行もいろんなうん。会社、保険だとか、多くうん。の日本のトップ企業がもう協賛してるんですよね。おー。かなり大きな動きにはなっている。で、なるほど。まあ、前もこの番組で言ったと思うんですが、はい。なぜそれが表に出ないかというと、うん。この元になる経済産業省が作ったスポーツベッティングの、青写真というのに、どうも読売の利権がはっきりしないと。ジャイアンツ抜きにこんなものが成立すると思ってんのか的な感じで、読売が反ベッティングキャンペーンを張るわけですよね。うで、そん。れ紙面だけ見ると、まるで公明正大なんか青少年の健全なう発ん。展のためにみたいだけど、実は自分たちの利権がないから反対してるみたいなうん。感じで、うん。もうまあ、そのことも含めて僕、ちょっと、書かせてください、書きますよっていう話をしたら、うん。ちょっと待ってくれと。うん。今、読売とどうも、話が好きそうだからって言って、うん。まあ、僕もそういうことならと思って、ちうょっとん。場を見ていたら、見事にその会に読売も入りましたね。これはああ、そうで2年す。前ぐらいでしたとう思うんだけん。ど、うん。つまり、まあ、ようやく準備が整って、うなんとん。か、日本のスポーツベッティングも進むかなと。うただ、大ん。きな、課題がありまして、はい。今のトトにくっつけてやるんだったら割とうん。簡単なんですね。はい、はい。法律がもうあるので。はい。これで前回のワールドカップの時も、トトとちょっと違う形の予うん。想が、されたんですよ。はい、はい。まあ、あんまり面白くないんですけうん、ど、はい、はい。だかはい。ら、日本のスポーツベッティングを、完全にオンラインベッティングを OK にするとか、そういう法うん。制化までいけるかどうかっていうのうが、ちょっとまん。だ難しくて、うん。なるほどまあ、場合によっね。てはトトにプラスアルファみたいな形にうん。なるというのが第一歩かもしれないんですけど、はい。いずれにしてもさっき玉木さんが言われたように、はい。これは社交心を煽る賭博ではなくて、はい。よりゲームを楽しむために、その楽しはい。む人たちがスポーツに、ね、資金をやっぱり提供するような発想というとうん。ころに今、
迎えつつあるみたいですね。向かいつつあるようなうん。ところでですがね。ただ、僕そはそんな面倒なこと言ってないで、う。うやっん。ぱり世界ではこういうことが行われていると。うでこん。れはこういう魅力があるし、こうういうん。その効果もあるんだからということをもっともっとね、本当みんなで話し合うべきだと思うんですよね。そうですね。表に出して話すはい。べきですよね。あそうすると、の、僕、ちょっと、まあ僕らが若い頃って、何かそういうことをすると、PTA の人たち反対するみたいなのがあったじゃないですか。いや、あったなんて思えないです。私はもう直接経験しましたよ。トドあ、の、あれで文教委員会の時に参考人として出ていく時に、もう参考人として行った途端に、そういう団体の人に囲まれて、玉木さん、もう絶対にスポーツと博打を一緒にするのはやめましょうね。反対ですよねって言われて、もう抱きつかれましたよ。おばさまたちに。それで私が、いや、私、トド賛成派なんですよって言ったら、って言われて、もう、なんか一歩も二歩も三歩も下がられて、なんで玉木さんがそんな博打賛成するんですかって、ものすごかったですよ、その時の文教委員会が始まるまでの、やり方。それと、文教委員会が始まった時の、そのトトに大反対の論陣を張った、代議士が、田中真紀子さんやったですね。ああ、見事でしたね。私も質問を受けましたけども。あなたの子供、私は18歳以下までね、もうそのオープンにしてもいいくらい、これは社交心とは関係ないんだということを言ったら、田中真紀子さんが激怒されましてね、あなたの子供がそれこそ1億円なんかで引っ張ってきたらどうすんのよって言われたから、それはもうよくやったと言いますよ、それは。親の金ですよ、そんなものって言ったら、あなた舐めてるのって言われて怒られましたですけどね。ただ、面白いなと思ったら、後になって考えてみると、そういうことを話せたんですよね。うん。今は逆にね、話せなくなってきたような気がちょっうん。としてるんですよね。それと、先ほど読売の話を、小林さんもされましたですけれども、都都を拡大しようとすることをやっていた、議員の方が、読売ジャイアンツのトップの方に会って、野球も都都に入れていきますと、よろしくお願いしますなんて言ったりしたら、ダメだと。ただ、なぜダメなのかって。サッカーが先にやったことを野球がやる気はないというふうに言われたそうなんですよね。もう、そういう次元の話がいろいろあった上に、大谷選手の通訳をやっていた水原さんが、博打で大失敗をしたというようなこともあった。ところがあれはカリフォルニア州がトトではなくて、ちょっとないです。ベッティングを禁止しているところから生まれたということをもう少しきちんと調べれば、いろいろ新しいことが分かってくると思うんで、小林さん言われたように、とにかく表に出して、話し合うこと、これが一番大事だと思うんですね。いやだから、去年のワールドシリーズもそうですし、はい。今度始まる WBC もそうだし、ワールドカップもそうだし、はい。日本だけなんですよね、健全に見てるのは。け、けん、健全にでいいんですが、それを健全。健全と言っちゃいけないかもしれないですけど、もう世界的にはみんな、まあ、多かれ少なかれ賭けをして楽しみながうん。ら見ている。うん。うだから、ん。もう世界の話題に日本人はついていけてないわけですよ。なるほどね。あの、そうですね。要するになんでこれが話題になってんのって、う去年のん。例で言うと、あの、大リーグのコミッショナーがスはい。ーパーピンチヒッターみたいな制度を提うん。唱して、はい。9回裏ツーアウトになったら、7番バッターの打うん。席でも1番大谷出ていいみたいなルールを提唱して、もう日はい。本のそのプロ野球ファンというか野球ファンからすれば何言ってんのってう話なんだん。けど、うん。だってベッティングしてたら9回裏ツーアウト大谷翔平が出てきてホームラン打ったら勝っちゃうよねみたいな、もう最高に盛り上がっちゃうわけじゃないですか。そう、まあそうですね。いや、あともう一つは、日本はベッティングをしていないし、タブー視してるから、はい。まあ、そのさっきの水原通訳のはい。件もあって、はい。メジャーリーグもやっぱり、その、
博打に対しては、すごい厳しいんだね、みたいに思ってた。そういうふうに報道した日本のメディアも多いんだけど、あれはたまたまカリフォルニアだった。そうですね。合法の、ものにかけていたっていうだけで、今や、じゃあなんで、今度の WBC にも大リーグがいっぱい出てくる可能性があるのか、ロサンゼルスオリンピックにももしかしたら大谷も出られるしっていうのは、やっぱりスポーツベッティングというのがあって、スポーツベッティングの売り上げの、僕が聞いたところでは 0.15% って公表はされてないみたいですけど、それだけのお金が自動的に MLB に入ってくる契約になっているということで、1兆円儲かったらいくらなんですかね、150億円ですかね。それがもう MLB の重要な財源になるわけですから、これが野球の発展、普及につながり、財源につながったら、メジャーリーグとしても大歓迎っていう、そういうことがもう世界的には起こってんですよっていうのを、誰も知らされないということが本当に貧しいなと僕は思うんですよね。誰も知らされられないっていうのは、知らせる人は誰なのかということを考えたときに、どうしてもメディアというのが出てきて、そのメディアがスポーツとすごく日本では絡んでいて、おまけにそのスポーツをある意味支配していて、そこから上がるお金っていうのが今、日本では世界に比べて非常に小さいお金なんですけれども、それをほとんど独占しているもんだから、自分たちの既得権益としてこう手放さないと。こういう、なんて言いますか、もう悪循環がこう固定してしまっているというような感じがしますね。ですから、それこそ、箱根駅伝なんかでもね、日本テレビは、関東学生連盟ですか、それ学連に、3億円ぐらい払ってるらしいんですけれども、ねえ、視聴率30%、2日間、6時間もっとか。それで撮るような番組に3億円ってめっちゃ儲けですよね。こんなのをもっとなんていうんですか、大きく広く、こうして、それを財源にすればいいんではないか、ということをメディアが主張しないのは自分たちが独占しているからだと。いうことが、私が誘導しなくっても、小林さんの口から誘導していただいてありがとうございますけれども、今年の私の目標は、読売ジャイアンツから読売が手を引くと。これが成功したら、日本のスポーツ界はガラリといろいろ変わってくると。で、読売自身も、いや、スポーツはやっぱり、メディアが手を出しちゃいけないんだと、支配しちゃいけないんだと。言ったらメディアもジャーナリズムとして素晴らしいものになるんじゃないかというふうに今年の目標を立てたんですが、いかがでしょうか、小林さん。いや、全くその通りですね。そうなったら本当に劇的に変わると思います。スポーツもメディアも変わりますよね。僕ら自身のなんか生きてる環境が大きく変わっていく。本当にそれは素晴らしい目標だと思います。そうですね。一人当たりの GDP が韓国にまで抜かれて10段以下知りませんけれども、それなんかも変わってくるんじゃないかと思うぐらいのことだと思いますが、それを次回、第3回目の新春対談では喋りたいと思いますんで、小林さん、もう一回出てください。よろしくお願いします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、オリンピック WBC ワールドカップバブルとバカ騒ぎのスポーツ界を切るのエピソード3、日本スポーツ界の元凶はジャーナリズムを放棄したマスメディアだです。引き続き小林さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。